2017年8月、社会人2年生だった頃の話。都会の波に揉まれて、心が疲弊してしまっていた俺は、8月のちょっとした連休に、地元に帰りキャンプすることにした。中学校からの親友である S と共に、1週間前から毎晩、電話でキャンプの計画を練っていた。キャンプ場じゃ疲れは癒せねえよな、ってことで、行き先は地元の山中。イワナやヤマメが釣れる沢へ行き、そばの河原でキャンプすることに。当日、朝の新幹線で帰郷した俺は、Sに迎えに来てもらい、その足で現地に赴いた。着いたのは、昼の11時くらいだったと思う。まずは釣り。入れ食いではなかったが、3匹ずつ釣れ、昼飯に食べることに。焚き火を起こし、魚の下処理をした。内臓を川に捨てたんだが、その時にひどい耳鳴りがした。心の中で、いただきます、とつぶやき、山の神が怒ったのかな、なんて考えてた。魚を食い、キャッチボールしたり沢登りしたり、成人男性らしからぬ無邪気さ。で、沢登りをしていると、上流に滝が見えたんだ。少年時代にタイムスリップした我々は、一目散に滝へ向かった。滝行だ、とか言って、滝を受けたまま痛い。気弱な S は早々に切り上げたが、さっきの耳鳴りのこともあったし、体を清めようと思った俺は、5分くらい打たれてた。腕 S が、なぜか滝を見つめてボケっとしてる。滝から離れ、どうしたと聞くと、滝の裏側に何かあるよね、と。確かに、なんかもある。でも滝が邪魔して、全貌は見ることもできない。子供の頃からさ、少年の俺は、滝の裏側に行くことにした。滝を受けてさらに先へ進むと、何やらえぶれたような形の洞窟があった。さすがにテンション爆上げ、防水ケースからスマホを取り出し、ライトで照らした。その刹那、滝の音が止んだ。振り返ると、滝だった場所には石の壁。扉も窓も何もない、ただの空間。恐怖と好奇心がごちゃ混ぜになりながら、改めて部屋を見回した。8畳ほどの空間に、骨のようなものが散らばっている。中央には祠のようなものがあり、赤黒い乾いた血のようなものがこびりついている。祠の横には外場のようなものがあり、かすれてほぼ読めないが、千と鬼の文字が見えた。鬼は昔の漢字だった。そしてその祠の向こう側に何かがいる。幽霊、人、化け物、いずれにしろ、助かるにも殺されるにも、その何かが知っているはずだ。以下、訛がひどいためわかりやすいように書きます。俺、すみません。はてな、ああ。俺、迷い込んでしまったのですが、帰り方を教えてください。はてな、今に返すから、もう盆だ。無事に会話できた俺は、ナイトを構えたまま近寄ってみたんだ。あまりのまがまましさに、失禁した、全身に鳥肌が立ち、涙が溢れた。ぎょろりと大きい、緑色の白みがかった目、うつぶつしたカエルのような、紺色の肌。ふんどし一丁で、錆びた包丁を岩で研いでいた。外場に書かれた、鬼、の文字。ああ、これが鬼なのかと理解した。鬼、まあ驚くな、男は嫌いだ、無事に返してやる。いいからその眩しいのやめてくれ。目が痛いんだ。逆らっても勝てない、無事に返してくれるというならと、ナイトを消しその場に座り込んだ。それから何時間いただろうか、体感では3日以上に感じたが、もっと短いだろう。ただ岩にくぼみがあるトイレと湧き水をもらった。時折いなくなったかと思えば、帰りや鳥を持ってきてくれた。そのままで食えるわけもなく、残してしまったが、暗闇に目が慣れてくると、散らばる骨の正体が分かった。人骨だ。
鬼がいる周辺には、無数の頭蓋骨が散らばっていた。女の脳みそがうめえんだ。男は悪性。なんて言っていた。男に産んでくれた親にひたすら感謝し、無事に返してくれるのを待った。鬼は外の世界のことを知りたがった。スマホのことや車の話など。鬼が知っている人間の名は、みんな歴史上の人物だった。いよいよ鳥やカエルに手を出そうかと思うくらい衰弱した頃、急に滝の音も聞こえてきた。鬼、お前気に入ったぞ。また来いや。俺、迷い込んでしまいすみませんでした。今度何か持ってきます。俺は洞窟を後にした。ふらふらで沢を下る。何度もつまずきながら、キャンプ地に向かう。外はまだ夕方のようだが、異様に寒い。キャンプ地に行けば、道路側へ行ける獣道がある。S は帰っただろうが、誰かに助けてもらえるだろう。当然、荷物はない。衰弱した体に半袖短パン、そしてびしょ濡れは寒すぎる。一刻も早く何かを食べたい。ベッドで寝たい。道路に出たが、車もなかなか通らない。ふもとまで歩いたら1時間コース。背に腹は変えられない。ゆっくりと歩き出した。20分ほど歩くと、1台の車が通りかかった。俺の様子を見てか、止まってくれた。山で遭難してしまったと話すと、心よく車に乗せてくれた。実家まで送ってもらい、家のチャイムを鳴らすと、幽霊でも見るような顔で驚く母がいた。父が飛び出してきて、柄にもなく抱きしめてきた。父、どこ行ってたんだ。俺、いやいや、2、3日帰省が遅れただけでしょ。母、あんた、何言ってるの。1年間以上行方不明だったんだよ。とりあえず落ち着いて家に入ると、カレンダーは2018年11月、そりゃ寒いわけだわ。風呂に入って、飯を食って、ベッドで寝た。この上ない幸せだった。携帯を充電したが、解約されていたようで、電話は使えなかった。内容を開くと、友人や会社の先輩、親戚とか、いろんな人から心配の連絡が入っていた。S からの LINE がなんと今日も来ており、1年以上送り続けていたのかとちょっと笑えた。S 含め、各方面に電話をし、無事を伝えた。山で遭難したことにした。親や S には詳しい真実を話したが、全く信じてもらえなかった。S は言うには、滝の裏側から出てきてすぐ、山奥に走って行ったらしい。鹿か、って思うくらい早くて、追いつけんかったんだって。あそこで過ごした3日間は、こっちの世界では1年以上だったんだ。鬼の寿命なんて知らないけど、そや坂の上の田村丸と知り合いだなんて、信じてしまうよな。近年、その山で、女性の遭難なんて聞いたことがないから、あそこにあった人骨も、何十年何百年前のものなんだろうな。たたられないように、毎年お盆に肉をお供えに行ってる。滝の向こうから話しかけられたこともあるけど、特に怖い話でもないので割愛。地方はあまり言えないけど、東北地方で、鬼の名前がつく地域です。